間違いいっぱいの自動車選び、どうも左男爵です。この動画ではホンダシャトルのお得感を取り上げます。お得感1つ目は新車の価格設定が安いです。最も安価なグレードはガソリンモデルが181万円、ハイブリッドモデルが216万円、180万円という価格はコンパクトクラス上位グレードの価格帯です。その金額でちょっと立派な C セグメントサイズが選べちゃうわけです。お得感2つ目は中古車の価格も安いです。ごめんなさい、新車をお考えの方には申し訳ないのですが、高年式から値打ち率が高かったです。この辺りハイブリッドシステムはいろいろありましたし、もしかしたらそういった関係で安いのかもしれません。なので手放してお勧めできるわけじゃないのですが、 ITCD のシステムに惹かれたらこその選択肢ですよね。その代わりと言いますか、ガソリンモデルでしたらかなり美味しいお買い物ができそうです。ではどんな部分からシャトルにお得感を感じるか順に上げていきます。まずはボディサイズと見た目です。元となる3代目フィットから30万円ほどの上乗せで、ボディ全長は40センチ大きくなります。シャトルのボディデザインは角度によっては伸びやかに見え、止めておくだけでも満足感を感じられるかもしれません。合わせてフィットから走行的質感も向上しています。それからライバル車との関係です。同じシステムのフリードと比較すれば30万円前後シャトルの方が安価です。またカローラツワーラーと併売されているフィールダーと比較してもお得感があります。フィールダーの価格はガソリン CVT の最安で182万円、ハイブリッドですと228万円になります。フィールダーは乗れば静粛性が高くて、そこはびっくりしちゃうほどですし、フォーマルなボディスタイルはお仕事用にもぴったりだと思います。でも本当に買うなら併売モデルって選びにくいですよね。続いてシャトルのグレード感の違いを見ていきます。価格は表示の通りです。装備の違い、まずはガソリンの G のみで省かれる装備を見ています。スマートキーともしかしたらエアコンがオプションかもしれません。後ほどセルフ見積もりを試して見ています。その他はハイブリッド無印に準じると思います。ハイブリッド無印は主には以下の装備が簡略化されます。 LED ヘッドライト、パドルシフト、本革ステアリング、シートヒーター、振幅感能ダンパー、この辺りが簡略化されます。先日はハイブリッド無印に試乗したのですが、装備的に困ることもなくて普通にドライブできました。運転の楽しさとしてみれば、パドルシフトでギア操作できなかったのがちょっと痛かったです。 DCT だから当然ついてるだろうと思い込みしちゃってましたが、実際は異なりました。また振幅感能ダンパーは好みが分かれそうなので、あってもなくても悩ましいです。自分はどちらかというとない方が好みです。少しだけ内装も見てみましょう。映っているのはハイブリッド無印のインパネです。これ単体で見ても評価は難しいと思いますので、4代目フィットと比べてみます。4代目フィットの内装は主にメーター周りを中心として、ちょっと質感的に残念に思いました。価格はハイブリッド同士で約10万円の価格差です。フィットはモデルが新しいので造形も新しいです。でも高級感として評価するとシャトルの方が立派です。リアシートのスペースはどちらも3人掛けをこなすだけの広さがあります。でもここも質という面に目を向けると、シャトルのシート座面は立派です。座り心地がいいだけではなく、乗り心地にも貢献してくれています。シャトルのエアコン操作部はタッチ式です。一方の4代目フィットは物理スイッチになりまして、押したり回したりと感覚的に操作できます。見た目や操作感もいいので、ここはフィットの勝ちかと思いました。続いては公式ページのセルフ見積もりでガソリンとハイブリッドそれぞれの価格を出してみました。まずグレードを選んで、続いて追加料金のかからないボディカラーを選びます。そしてオプションなのですが、これやっぱりエアコンオプションなんですかね。最近では珍しいですよね。エアコンと、サイドエアバッグ、ヘッドライト、この辺を追加しました。ナビは入っていない状態です。この状態で初期費用が14万円ぐらいに乗って217万円の金額が出ています。続いては
ハイブリッドの無印で試してみました。だいたい同じような形になるように合わせてみます。さあ金額は、だいたい240万ですね。減税の関係から諸費用が少し安いです。ということで2台の見積もりの差額は24万円ぐらいです。そうしましたら続いて中古車の価格を見てみます。左側が3年落ちで右側は5年落ちの車です。そして上の段がガソリンモデルで下の段がハイブリッドです。まずガソリンモデルから見てみると、ガソリンモデルは玉数が少なくて大体がホンダの認定中古車でした。ホンダの場合は新車のディーラーで中古車も扱っていることが多いので、ディーラーで買える中古車ということになります。左上のモデルは銀の1万1000キロでナビもついていましたので、新車から100万円近く安く買える計算です。これいいですよね。5年落ちになりますとボディカラーによる差額が少なくなりましたので、黒をピックアップしてみました。ただどうしてもね、人気色になると価格はそんなに割安感はありません。続いてハイブリッドモデルですが、ハイブリッドになると一般的な中古車店での玉数も多くなります。そして5年落ちぐらいの年式で非常にお得な価格がつけられている車が多かったです。例えばこれ銀の6万8000キロなんですが、総額で80万円の値付けがされていました。車は63万円です。新車から見ると4分の1ぐらいの価格ですかね。この個体だけ特別安かったわけではなくて、6万キロから10万キロ走っている車ですとこのくらい値段の車が多くありました。ちょっと言葉悪いんですけれども、63万円の車でしたらもうシャトルガンガン楽しんでね、満喫して、もし何かあったらその時に考えるというのもありかなと思うんですよね。ではシャトルのお得感をちょっとまとめてみます。フィットの上位グレードと同じような価格でちょっと立派な車が購入できる感覚。他メーカー含めてこのサイズの車がこの金額で選べる車種はそんなに多くはないですよね。ガソリンモデルにはそうした魅力があります。フィット買おうと思ったけどシャトルにしようかしらみたいな感じですね。こうした需要も多いのか、デビューから6年が経過してもコンスタントに月間1000台が登録されているみたいです。ハイブリッドモデルは無印のグレードがお得感高いです。試乗時の燃費は20から30と良かったですし、加速感も気持ちいいです。そしてやっぱりこちらもサイズからの立派感は同価格帯の中では抜けています。ただ悩ましいのはパドルシフトの有無でしょうか。せっかくの IDCD ですので、有段ギアプラスハイブリッドという特徴を生かすために手動での変速もできるに越したことはありませんよね。また同時に悩ましいのが振幅感能ダンパーです。パドルのついた X か Z を選ぶとこれもついてくるみたいです。このダンパーは凝った構造をしたサスペンションダンパーで、良いものは良いのですが癖と感じる動き方をする車もあります。好みの部分でしょうから、両方試して選べれば素晴らしいと思います。このハイブリッドシステムや車の乗り味に関する部分は別の動画として上げさせていただく予定です。それら含めまして私どもこれからも動画アップしていく予定でございますので、できましたらチャンネル登録等をしていただけると嬉しいです。では動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。ではでは。